はい、今ですね、PCR も終わって、で、よし、入れると、こういう感じで、今ね、多分別のグループが他の隔離ホテルに向かうと思います。そして僕は今ここで、待合で待っております。今が時計見んのも忘れてました。もう10時ってことは8時、2時間半ぐらいですね、やっぱり。やっぱそれぐらいかかりますね。まだそして空港出れてないので、空港出れてませんので、やっぱりかなりの、時間がかかるという感じです。はい。頭もボッサボサやもん。とりあえずね、いいホテルであることを願うだけですね、あとは。お腹空いてきた。はい、こちらはですね、空港の今ちょうどここで隔離ホテルに向かうバスを待っているところなんですが、かなり待ちましたね。ここで多分20分30分ぐらい待ったかな。それぐらい待ったと思います。なかなかですね、空港出るのにも時間がかかりまして、これの前に PCR 検査まず最初に受けて、で PCR 検査もまずめっちゃ並んでたんですよ。で、鼻と喉やられるんですけど、これがまためちゃくちゃ痛くてですね、でその後に入国、審査がありまして、そこを通ってから、手荷物預け入れ荷物を取って、今ちょうどここにいるっていう状態です。でここにいる人たちは多分このロープのねところの中にいる人たちは同じホテルに向かう人たちです。で、今こう順番が呼ばれるのを待ってるっていう状態ですね。なかなかこれで今で2時間半ぐらいなので、かなりしんどかったですね。そしてですね、これからここで、グループごとに呼ばれるんですが、呼ばれたらですね、バスの待つそのバスターミナルみたいなところがあるので、そこまで行きます。ちょうどね、これ僕たちの向かいのグループは、香港の選手でしたかね。香港の競輪の選手の一行が、上海の方まで来てましたね。等一下。これで今からですね、隔離ホテルに向かうバスに乗ります。ちょっとリスト見せてもらったら、20名って書いてましたね。一つのホテルに住むの。このバスに乗って向かうのは、20名が住むホテルっぽいです。さあ、どれぐらいの大きさなのか、ちょっと気になりますね。見てもらうと分かるようにですね、空港にいる方、
職員の方は全て全身防護服です。帰国した人以外はもうマスクのみの人とかはもう全くいないですね。全てこのエリアにいる人たちは防護服を着てですね、だから海外から来る人と対応する人、海外から来る人に対応する方っていうのは全てこういう防護服を着たような状態で対応されます。一応中国に入国する際っていうのは必ず PCR の陰性証明を持ってじゃないと入国はできないんですが、その陰性が結果陽性になったりとかっていうこともあり得るので、多分もう海外から来る人たちに対しては、言ったら全員がその感染の疑いがあるというような体で、全て対応してるっていうような感じでしたね。水際対策に関してはすごい徹底してるなっていうのは、感じました。日本の成田に、帰国した際はですね、空港の職員の方、そのまま、僕が飛行機から降りて、対応してもらうその空港職員の方で、マスクのみの方もいらっしゃいましたし、ほとんどマスクのみでしたね。全身防護服を着てるっていう方は、少なかったと思います。こちらが、バスターミナルですね。でここで、名前を呼ばれたら、この空港から出てバスに乗るという形になってます。今職員の方が名前を一人一人呼んでですね、で呼ばれたらそのまま出口の方に行って、バスに乗り込んでいくというような感じです。で名前呼ばれたら、パスポートを渡されるので、自分のパスポートを、渡されて、で、バスに乗り込むという感じです。ようやくそこに出れた。はい、バスに乗り込みました。今からですね、隔離ホテルの方向かいますが、時間がね、日本時間で11時15分なんで、現地時間だと10時15分なんですが、かなりね、かかってます。着陸が8時で、今10時間なんで、9、10、11、3時間はかかってますね。かなりお腹減ります。さっきちょっと牛乳飲んだんで、機内食でついてた牛乳飲んだんで、マシですけど、結構疲れますね、思ってたより。日本で、自主隔離する方がよっぽど楽ですね、これは。ホテル着いたら、また、その状況をね、ちょっと撮っていきたいと思います。出発します。対応がね、本当バイオハザードなんですよ。これはね、クリアシートみたいなのあるんですけど、乗ってる人、運転手とか、もうその空港にいる方、もう皆さん全員白ずくめの防護服。もうね、完全にもう、感染者だという形の対応ですね。でもそれが本当徹底してますね。はい、ここから1時間ほどかけてですね、空港から隔離ホテルまで向かう道中の景色です。こうやってね、外を見てみると、もうすぐそこはもう外なんですけど、もうその外に出れないと、完全に隔離されてるなっていうような、感じを受けました。
都坐好，都坐好，没有要下车都坐好。多分あそこから入る感じですね。あそこにね、水とか結構置いてあるんで、こっから入ったら、2週間は出れないという感じです。なんかあの人が説明してくれてるんですけど、どうやら、14日間で5500元とか言ってたかな、今。なんか今、ただこの空調の音もうるさいし、あの人の声も小さいから何言ってるかちょっと聞き取れない。で、なんか今払うのかもわかんないし、どういう感じになるかわかんないですよ。多分あそこで入るんやと思います。あそこから入ると思います。しゃー、終わりました。終わった。いや本当このバスの中でも、その個人情報をその規定のサイトに記入しないといけないんですけど、それもかなり時間かかりました。で、僕は、特に中国語も喋れるんで大丈夫やったんですけど、その同乗してた、日本の方でその中国語が全然喋れないとか、初めて中国に来たっていう駐在人の方とかもいらっしゃって、結構大変そうでした。できるだけ僕も教えたりしてサポートしたんですけど、結構その辺中国語喋れないと、ハードル高いところはありましたね。さあ今からようやくホテルですよ。本当にしんど。一起啊。今天有没有那个饭？没有，房间里面也没有。那只能外卖。这个是方便面，你要是方便面你房间里面就是那个告示牌上面。旁边是有单的吗？对。哦，这个可以，然后付款就可以带过来。现在3张纸嘛，就是最后一张纸上面，每个房间台上都有的。好。你要清楚那个。OK， 好嘞。やばい。これ、中国語喋れへんかったらいかついっすね。これだいぶ戸惑うと思います。もし、喋れない方がいたら、真っ先に中国語喋れる日本から来た方を捕まえてください。それが一番いいです。一番角部屋やな。ほんま普通のビジネスホテルですね、これね。ま
まあまあマシかな。これどうやってつけんやろ。よし。あ、そんなに悪くないわ。そんなに悪くないっすね。これどうやってつけんやろ、電気。これどうやって電気つけんの？オッケー。ついたついた。どうですか？ああ。こんな感じで来ましたが。まあまあ、思ったよりいいかな。まあ、机もあるし。で、ここでまあ運動もできるし。ベッドも広いんでね。で、こちらがシャワー。あ、シャワーもちゃんとついてるやん、あれ。シャンプーとか。で、ここがトイレと。で、中国特有のこのガラス張りのこの、トイレという。あ、いいっすね。オッケーオッケー。よっしゃ。よっしゃ。さあ。やべえ。髪の毛がやばい。おっさおさい。さあ、終わったよ。終わったよ。くっそしんどかったっす。マジで。マジで。今回はクソしんどかったっすね。帰り。いや、ここ結構思ってたよりもマシやな。まあ、当たりってわけじゃないと思いますけど、多分、普通じゃないですかね。最悪ってわけでもないし、めちゃくちゃ悪いってわけでもないと思うんで。なんか、チンタオの方のホテルは結構いい、なんか、アナホテルとかやったんちゃうかな。結構いいホテルがついてたと思うんですね。よし。ゴミ袋とかないんかな、これ。多分ゴミは、よっしゃ。えぐい。さあ、着きました。まあ、とりあえずね、服とかも脱いで、うわ、なんかついてるこれ。もう、この服もね、処分したいと思います。もう、あれなんで。はい。もう今、脱いだんですけど、ここにも肩がいって、耳もここ、めちゃくちゃ痛いっすわ。まあね、こちらで、まあ、14日間泊まるホテルは、こちらということで、どうですか？まあまあ、最悪ではないかなっていう感じ。これどうやってつけんやろ。はい。ということでね、キムソン、中国に戻ってまいりました。あっという間の、日本滞在でした。もうね、もう日本滞在も忙しすぎて、今日も、昨日の晩か、もう寝ずにちょっといろいろ用事済まして、朝方パッキングして、で、9時に
京都のね、宇治を出て、で、京都駅から、新幹線乗って、東京まで行ってっていうような道のりで来ました。もうシャワー浴びてね、とりあえず寝たいと思います。はい。もう1週間ろくに寝てなかったんで、動きまくってて、もう爆睡したいと思います。それでは、このような感じで、まあ、中国のね、空港着いてからホテル隔離がどんな感じかっていうのを、撮りました。それでは皆さん、今後ね、隔離1日目2日目みたいな感じで撮っていきたいと思いますので、乞うご期待ください。それでは、再见おやすみなさい。